銀河系に進出し、西暦2801年銀河連邦を成立させ、この年を宇宙歴1年とした人類の黄金時代。そうする反乱軍の総数4万、対するに我が帝国軍艦隊は総数2万に過ぎない。進路変更もしくは退却せねば敗北は必至。もはやこれまで直ちに撤退命令を。うろたえるな。敵は我が軍の2倍というが3個艦隊が別々に行動しており、その一個一個の艦隊は我が軍より少数ではないか。我々は不利な体制にあるのではない。敵をかっこ撃破する好機にあるのだ。ミッターマイヤー少将。はっ。ミッターマイヤー、疾風ウォルフの異名を持つ K の俊足をもって目前の反乱軍、いや同盟軍第4艦隊の出花をくじけ。ゲイロイエンタール少将。はっ。ロイエンタール、 K はミッターマイヤーが一撃して敵陣に開けた穴を拡大し、その艦列を分断せよ。ゲイ他の艦隊は両名が分断した敵をここに殲滅せよ。全艦突入。さあ老人たちに変わるべき俺たちの時代の幕開けだ。派手に行くぞ。ファイル。疾風ウォルフは隠さないな。ミッターマイヤー、我々も進むぞ。ファイル。自由惑星同盟第4艦隊は突然早めのごとく現れた銀河帝国艦隊に対し、我々の準備がこの敵を待つことなかった。襲い来る帝国艦隊から逃れようと備えを安定させた瞬間、ファイル。ファイル。星を見ておいでですか、閣下。不謹慎でした。申し訳ありません。閣下ならば、あるいは同盟軍と我が軍が交戦中の今もその戦況よりも
星々の美しさを眺めておられるような気がして。キルヒアイズ、はい、閣下。その閣下というのはよせ。昔のようにラインハルトでよい。はい、ラインハルト様。星はいい。やはりちゃんと戦況も見ている。老いぼれの提督どもね、最初に狼狽してかからねば損害は最小で済んだのに。敵第4艦隊沈黙。直ちに転進して同盟軍第6艦隊の側面を襲う。はっ、直ちに転進。まさかの勝利ですな、シュターデン帝まぐれに決まっているではないか、イルガラ。こんな戦術教科書に載っておらぬわ。都。そうですな。所詮は姉に対する皇帝陛下のご寵愛のおかげで今の地位についただけの20歳の小僧。敵第6艦隊接近。全艦攻撃開始。ファイヤル。ファイヤル。たちまち壊滅状態に陥った。戦艦シュワルツィーゲルが反乱軍第6艦隊機関ベルガモンを撃破しました。あの黒い戦艦か。艦長は誰だ。ビッテンフェルト大佐です。いい働きだ。人材登用リストに入れておけ。すでに。さすがだな。敵第6艦隊壊滅。残るは第2艦隊のみだ。隊列を組み出す。全艦密集体系を取れ。はっ。いかがされましたか、メルカッツ閣下。時代が変わりつつあるのかもしれんな。反乱軍第2艦隊発見。敵はすでに少数だ。一気に中央突破を図る。全艦突入。了解。全速前進。閣下のお声まるで笑っていらっしゃるようだ。この命がけの戦いを楽しんでいらっしゃるとでも言うのか。勝ったな。何、いかがなされました。しまった。敵が左右に、我が軍の両側は高速で逆進していく。まずいぞ。敵は両手に分かれて我が軍の後ろに回る日です。中央突破戦法を逆手に取られた。反転迎撃なさいますか。冗談を言うな。では前進するしかありませんね。その通りだ。全艦隊全速前進。躍進する敵の後輩に食らいつけ。方向は右だ。急げ。前進だと血迷ったか、金髪の小僧。反転迎撃だ。敵に背後など見せるな。何をしているエルラッハ。やめろ。若め血迷ったか、狙い撃ちされるだけだ。自業自得だ。命令を決定させろ。右方向に大きく迂回して敵の背後に回り込むのだ。ラインハルト様、これ以上戦っても消耗戦になるばかりです。潮時か。悔しいとお思いですか。そうでもないが、もう少し勝ちたかったな。2倍以上の敵を撃破なさったのです。これ以上お望みになるのは。分かっている。全艦撤退。全軍戦線より離脱。敵の残存部隊も引き上げていきます。敵の第2艦隊の指揮官、途中から権限を引き継いだ男だ。何という名だ。ヤン・ウェンリー准将とのことです。ヤン・ウェンリーか。覚えておこう。凱旋だ。帝都オーディンへ帰還する。全艦隊
を整えろ。銀河帝国の始祖ルドルフ・フォン・ゴールデンバウムは力ずくで宇宙を奪い取った。キルヒアイス、ルドルフに可能だったことがこの俺に不可能だと思うか。ラインハルト様、あなた以外の何者にそれが叶いましょう。ローエングラム伯のような小僧に我が帝国を守ることなどできると思われますかな。我々にはイゼルロン要塞がある。自由惑星同盟などと戦勝するハントどもはあの要塞で蓋をされた穴蔵にこもっているようなものだ。あれがある限り我が帝国は安泰というものだ。それはそうだ。イゼルロン要塞さえあれば宇宙艦隊など子供のおもちゃにさせておいても問題ないか。飲まないのか。酒臭いと女房に嫌われる。ごめんなさい。あなた左右で目の色が違うので、鋭く青い左目と黒く沈んだ右目。ヘテロクロミアなんてなんてミステリアスなのかしら。あなたの瞳も宝石のように美しい。よろしくよ。この後場所を変えて。残念ながらこの後は軍のお偉いさんに呼ばれてるのを忘れたか。そうだったか。そんなわけです。また女たらしのロイエンタールと悪い評判になるぞ。俺が女を追いかけてるのではなく、女が俺に近づいてくるんだ。ほらな。ラインハルト・フォン・ローエングラム伯爵はどちらにいらっしゃいますか。ローエングラム閣下はまだお見えではありません。我々は閣下の部下ですが、何のご用ですか。だから貴様は野暮だというのだ。閣下も俺と同じで、美女が先方から寄ってくる星のもとにお生まれなのだ。まあ俺にはまだ及ばんが。なるほど。何か誤解なさっているようですが、政治的なお話があるのですけど。政治的。何やら甲高い声が耳障りなことよ。おお、誰かと思えば誰じゃったかな、こやつら。おい、誰かな。ローエングラム伯の部下エイト・ウィーです。お前、ちょそれにマリンドルフ伯爵家のご令嬢イルネガルド様。おう、ご令嬢。男のようななりをしよって、パーティーで見合い相手を探すならせめて女らしゅうドレスでも着飾ってこぬか。そもそも小娘が政治とか口にするものではないわ。政治とはこのリッテンハイム公爵やこちらのブラウンシュバイク公爵のような大貴族、門閥貴族が行うべきもの。マリンドルフ伯爵家のような主流から外れた、それも小娘風情が口にしていいようなものではないわ。上級大将ラインハルト・フォン
キルヒアイス、ここに俺たちの本当の敵がいる。これはラインハルト・フォン・ミューゼル、いや爵位を与えられてローエングラム伯爵になったのだったな。長期の弟というのはいい身分だな。私は武君を立てたからこそ与えられたのです。ブラウンシュバイク公やリッテンハイム公のように生まれつき爵位を与えられている方がいいご身分かと思いますが。なんだと？放っておきましょう。ただ皮肉が言いたいだけなのです。ラインハルト様が勝っても負けても。だからなおのこと、負けるわけにはいかないのだ。では私はこちらでお待ちしております。次からはお前も少々だ。黒真珠の間に入ることも許される。はい。さあ我々も行こう。お声が大きいですぞ、オフレッサー殿。全人類の支配者にして全宇宙の統治者、見解を進める秩序と法則の保護者、神聖にして不可侵なる銀河帝国皇帝フリードリヒ4世陛下ご入来。ローエングラム伯、この度の武君、まことに見事であった。恐れ入ります。ひとえに陛下のご意向の賜物でございます。アスターテ世紀における反乱軍討伐の功績により、汝ローエングラム伯ラインハルトを帝国元帥に任ず、また帝国宇宙艦隊副司令長官に任じ、宇宙艦隊の半数を汝の指揮下に置く者とす金河帝国皇帝フリードリヒ4世。後でアンネローゼの館に行くがよい。姉にも報告したかろう。許して使わす。これにて閉幕。何が許して使わすだ。俺から無理やり姉を奪ったやつが。ジークフリード、
キルヒアイス大佐ですの？そうですが、機関はどなたですか？パウル・フォン・オーベルシュタイン大佐。初めてお目にかかる。失礼。義眼の調子が少し悪いようだ。驚かせたようで申し訳ない。戦場で名誉の負傷をされたのですか？いや、生まれつきのものです。もし私がゴールデンバーグ王朝の子孫ルドルフの時代に生まれていたら、劣悪遺伝子排除法によって処分されていたでしょうな。そのような発言、誰かに聞かれてはルドルフ大帝を侮辱したとして罪に問われます。機関は良い上官をお持ちだ、キルヒアイス大佐。良い上官とは部下の再官を生かせる人を言うのです。現在の帝国軍には至って少ない。機関はどこの部隊に所属しておいでですか？用心しておられるようだ。機関は今までは統帥本部の情報処理課におりましたが、今度以前の要塞駐留艦隊の幕僚を拝命しました。待たせたな、キルヒアイス。パウル・フォン・オーベルシュタイン大佐です。では今日のところはこれにて。何者だ？両目は義眼だそうです。どうも得体の知れない人です。どうやらラインハルト様は若い女性だけではなく年上の男性にまで好かれてしまうようですね。良い上官をお持ちだと嫉妬されてしまいました。どういうつもりでお前に近づいたかは知らないが、用心するに越したことはない。もっともこう敵が多いと用心もなかなか難しいがな。まあいい。それよりキルヒアイス、喜べ。姉上にお目にかかれると。アンネローゼ様にですが、そのような貴重な機会、私などがご一緒してよろしいのでしょうか？何を言っている。俺たちは家族だ。お前を連れて行かなかったら俺が姉上に怒られる。はい。ああ見えて姉上は怒ると怖いんだぞ。姉上。ラインハルト、よく来てくれましたね。それにジークも。アンネローゼ様もお元気そうで何よりです。ありがとう。さあ、二人ともかけて。あなたたちが来るのを何日も前から待っていたのよ。そう、リンゴのケーキを焼いたの。手作りだからあなたたちの口に合うかわからないけど。口を合わせますよ。まあ、ラインハルトは口が悪いからさぞ迷惑をかけているのでしょうね、ジーク。いえ、そのような。本心を言っていいのだぞ。ダメよ、からかっては。そうそう、美味しいロゼワインがあるの。地下室にあるから取ってきてくれないかしら。帝国元帥閣下に雑用頼んで悪いけど。姉上こそ私をからかうんですね。ええ、雑用でも何でも相務めますとも。私が参ります。構わん。俺がいる前では姉上に告げ口もできんだろうし。ラインハルト様。まあジーク、
弟がいつもお世話になっていますね。とんでもないことでございます。一方的にお世話を被っているのは私の方です。貴族でもない私がこの年齢で少々などと身に余ることです。本当にありがとう。弟は口には出さないけれど、ジーク、あなたを本当に頼りにしています。どうかこれからも弟のことをお願いします。恐縮です。私ごときが。ジーク、あなたはもっと自分を評価すべきですよ。弟には才能があります。多分他の誰にもない才能が。でも弟はあなたほど大人ではありません。自分の足の速さに溺れて崖から転落するカモシカのような、そんなところがあります。アンネローゼ様。ジーク、どうか弟が崖から足を踏み外すことのないよう見守ってやってくださいね。ラインハルト、ラインハルト父さん、ああ、ワインはどうした？ほれ、引っ越し荷物の中にもう一本入っておったであろう。父さん、体に悪いよ。昼間からお酒ばかり。酒くらい自由に飲ませてくれ。どうせこの世の中、大貴族だけがいい目を見るようにできておるのだ。うちだって貴族でしょ。爵位も領地も持たぬ帝国騎士など一文にもならぬわ。この国では貧乏貴族は平民にも劣るということよ。世の中そうできておるのだ。だからせめて酒でも飲まねば、酔っ払ってでもおらねばシラフでは辛すぎてのとても生きてはゆけんのよ。父さん、こんにちは。僕はジークフリード・キルヒアイス。隣に住んでいる者です。僕は今日この家に越してきたラインハルト・フォン・ミューゼル。フォン、やっぱり貴族なんですね。貴族といっても爵位もない貧乏貴族だよ。それでも父さんも母さんが生きていた頃はあんなんじゃなかった。お母さん亡くなったの？ごめん。いいさ。どこだかの大貴族のドラ息子に引き殺されたんだ。交通事故？事故なもんか。ろくに操縦もできないバカでかい車で暴走して人殺しだよ。挙句に母さんが道に飛び出してきたことにされて、警察は大貴族の言い分だけ認めて罪にもならなかった。それ以来父さんはすっかり無気力になってしまって、あんな調子さ。
どうしたんだ？だってあまりにもひどい話じゃないか。僕のために泣いてくれるのかい？君は優しいんだな。でも大丈夫、僕には誰よりも優しい姉さんがいる。あ、その姉さんが帰ってきた。ラインハルト、あら、もう友達ができたの？いえ、友達だなんて。僕は平民の子で身分が違いますし。姉さん、紹介します。お隣のジークフリード・キルヒアイスです。たった今友達になりました。友達？まあ、私の名はアンネ・ローゼ。よろしくね、ジークフリード。ジークフリード・キルヒアイスか。ジークフリードなんてなんか俗な名前だ。でもキルヒアイスはいいな。とても素敵だ。よし、僕は君のことをキルヒアイスって呼ぶことにする。だったら私はジークって呼んでもいいかしら？はい、行くぞキルヒアイス。弟と仲良くしてやってね、ジーク。弟と仲良くしてやってね、ジーク。私にできることでしたら何でもいたします、アンネローゼ様。この命がある限り決してお二人のお心に背くようなことはいたしません。まあジークったら大げさなんだから。でもありがとう。あなた以外に頼れる人は他にいないのです。どうかわがままを許してくださいね。私はもっと分かりやすい場所に置いてくれればいいのに。あら、分かりにくかったかしら？でも苦労して探しただけの価値はあってよ。ブリューネワルタ伯爵夫人、陛下がお召しです。バラが咲いたゆえ、共にめでようとの仰せでございます。行かなくては。行かないでください。今日会うことを許可したのは陛下です。その陛下がお呼びなのです。姉上。ラインハルト様、あと何回戦えば姉上を取り戻せるのだ。いずれアンネローゼ様はラインハルト様のもとにお戻りになられます。私にできることでしたら何でもいたします、ラインハルト様。オリエンタルミスターマイヤーに加え、破壊力抜群王将一点ベルト、芸術家としても名高いレックリンガー、冷静沈着な射撃の名手ルッツ、豪気貫達なマーレ、
配属されましたフリッツ・ヨーゼフ・ビッテンフェルト中将であります。閣下を尊敬いたしております。高知な戦術、鋭利な攻撃、しかもイケメン。在職権人は閣下のためにあるお言葉、閣下のために命を懸けて戦う所存でございます。ケイラの評判は聞いている。これからミッターマイヤーやロイエンタールたちと共にその再官を私のために尽くしてくれ。はっ。はい。やー。続けろ。優秀な部下が集まりましたね。だが宇宙を手に入れるにはまだ足りない。参謀が欲しい。参謀？軍事上のものならお前で十分だ。俺が欲しいのは宮廷に救う門閥貴族どもを相手に政略や謀略を練ることのできる参謀だ。私ではお役に立てませんか？お前は優しいからな。この手の相談相手には向かない。これは性格や思考法の問題だ。誰か適任の者がいればいいのだが。どうした？いえ、何でもありません。心配しなくても誰もお前の代わりにはなれない。わかるだろう、キルヒアイス。よし、それまで3回。それではキルヒアイス中将はローエングラム元帥の幼なじみなのだな。親友、いえ兄弟以上の仲とのことです。彼が実質ナンバー2ということになるのではないですか？上実人事ではなければいいがな。他に新たに登用されたものをご覧なさい。身分は低く出世はできなかったが実力のあるものばかりですよ。俺もそうさ。ローエングラム伯は人を見る目が終わりだと信じたい。大変だ。どうした創造主？イゼルロングだ。まあとりあえず一杯どうだ。あれは例外ですね。イゼルロン要塞が陥落した。何かの間違いじゃないのか。トールハンマーはどうした？そうです。あの巨大なビーム砲がある限りイゼルローンは難攻不落だったはず。巧妙な罠でトールハンマーの攻撃を受けることなく攻略したらしい。これを機に反乱軍はイゼルローンを拠点として帝国に侵攻してくるだろう。大規模な戦いが始まるな。
イゼルロン要塞司令官のゼークト大将はどうなった？玉砕されましたが、抵抗するゼークト大将に敵が異例の勧告を出したそうです。降伏せよ、降伏するのが嫌なら逃げよ、こう追撃はしないと。逃げるか。そんな異例の勧告を出してきた敵将は誰なんだ？第13艦隊司令ヤン・ウェンディ少将。ヤン・ウェンディ、あの時のやつか。敵ながら見事じゃないか。帝国軍人なら我が幕僚に加えたいところだな。実は一人罠に気づきイゼルロンを脱出した人物がおり、閣下に面会を求めております。誰だそれは？オーベルシュタイン大佐だったな。私にどんな要件があるのだ？まずお人払いをお願いいたします。ここには3人しかいない。そう、キルフィアス中将がおられる。ですからお人払いをと願っています。キルヒアイス中将は私自身も同様だ。それを K は知らないのか？存じております。あえて彼に聞かせたくない話があるというのだな。だが後で私が彼に話せば結局は同じことだぞ。それは無論閣下のご自由に。ですが閣下、派業成就されるにはさまざまな異なるタイプの人材が必要でしょう。 A には A に向いた話、 B には B のふさわしい任務というものがあると思いますが。元帥閣下、私は隣室で控えていた方がよろしいかと。そうか。実は閣下、私は現在いささか苦しい立場に立たされています。ご存知かとは思いますが。イゼルローンからの逃亡者、糾弾されて当然だろうな。ゼークと提督は壮烈な玉砕を遂げたというのに。多くの指揮官たちにとって私は卑劣な逃亡者に過ぎますまい。しかし閣下、私には私の言い分があります。それを閣下に聞いていただきたいのです。筋違いだな。 K がそれを主張すべきは私にではなく軍法会議であろう。この通り私の両名は義眼です。あのルドルフ大帝の時代であれば劣悪遺伝子排除法によって生まれてすぐに抹殺されていたことでしょう。お分かりになりますか？私は憎んでいるのです。ルドルフ大帝と彼の子孫と彼の生み出したすべてのもの、ゴールデンバーグ朝、銀河帝国そのもの。大胆な発言だな。銀河帝国、いやゴールデンバーグ王朝は滅びるべきです。可能であれば私自身の手で滅ぼしてやりたい。ですが私にはその力量はありません。私にできることは新たな覇者の登場に協力すること、ただそれだけです。つまりあなたです。ローエングラム伯ラインハルト閣下。キルヒアイツ、オーベルシュタイン大佐を逮捕しろ。帝国に対し不定な反撃の言辞があった。帝国軍人として看過できぬ。所詮あなたもこの程度の人か。結構、キルフィアス中将一人を腹心と頼んであなたの狭い道をお行きなさい。キルフィアス中将、私を撃てるか？私はこの通り丸腰だ。それでも撃てるか？
撃てんだろう。機関はそういう男だ。尊敬に値するが、それだけでは萩をなすには十分とは言えんのだ。光には影が従う。しかしお若いローエングラム伯にはまだご理解いただけぬか。キルヒアイス、言いたいことを言う男だな。恐縮です。ゼークと提督からもさぞ嫌われたことだろう。違うか。あの提督は部下の忠誠心を刺激するような人ではありませんでした。よかろう。刑をばっかに加えよう。私が司令官でしたらこのようなことには。さててと、今さら何を言っても。しかし結局トールハンマーの意味はなかったということだ。オフレサ殿もイゼルロン要塞が陥落とはな。帝国領土は外敵に対し神聖不可侵のはずではなかったのか。核のごとく事態に招き、陛下の御心を騒がせ立てまつりましたことを新海一同の不徳のいたしますところ、まことに残機の念に耐えませぬ。これと申しますのも、若輩のローエングラム伯などに宇宙艦隊をお任せあることで軍の弱体化を招いたがゆえではないかと。はて、ローエングラム伯は宇宙艦隊副司令のはず。責任云々するのなら司令長官が先であろう。この際帝国軍の参長官を更迭してローエングラム伯に長官職につけるのも一興じゃな。なんとお待ちください。無礼者、何しに参った。緊急時なればご容赦を願います。構わぬ。何事じゃ。イゼルロン要塞を占拠した藩とともに動きがございます。要塞に大兵力を集めており、我が帝国領土内への侵攻を図るものと思われます。大兵力。なんじゃと。おお、大兵力とな。その数およそ3000万。3000万。3000万じゃと。つきましては信をして防衛の任に当たらせくださいますようお願い立てまつります。策はあるのか。ございます。勝てるのだな。全権をお与えくだされば。全権。先月なり身の程をわきまえよ。ではよい、その方に任せる。好きなようにするがよい。ありがたき幸せ。陛下、世が決めたことであるぞ。
同盟軍はイゼルローン要塞を京都府として大挙して帝国本土へ侵攻しようとしている。イゼルロン回廊の出口で待ち構えて敵を叩き思い知らせてやりましょう。ぜひ召喚に先方を命じください。いや、それでは敵は一戦すれば回廊へ引きこもり大した損害は与えられないだろう。敵をより深く誘い込み二度と侵攻など企めないような壊滅的な打撃を与えてやらねばならない。戦線と補給線が伸びきって限界点に達したところを撃つわけですか。しかしそれにはかなり時間がかかりますな。いや、そう長くはない。オーベルシュタイン、説明してやれ。はい。どこの軍隊でしょうかね。ユダお嬢さん、軍隊が湧いて出てくるわけはないわ。あれほどの軍隊、ローエングラム伯の軍に決まっているでしょう。これが変革の足音なのね。賑やかな時代。しかしちょっと騒がしすぎるかもね。以上が作戦の概略です。進行ルートの惑星に住むのは民衆です。そこから物資や食料を引き上げては暴動が起き民衆にも被害が出ます。キルヒアエス提督は元帥閣下が承認された私の作戦に反対のようですな。つまりは帝国側が引き上げたと同僚の物資を同盟軍は侵攻とともに身を切って与える。なぜなら10惑星同盟は各植民性の帝国領土からの解放を大義名分としているため与えないわけにはいかない。で、同盟軍が心身ともに疲弊したところを一気に叩き潰す。理にかなってるじゃないか。食料を引き上げると言っても一時的だ。すぐに与えられれば暴動も起きないかもしれないぞ、キルヒアス。しかし民衆を利用するなど。オーベルシュタインが立てた作戦は気に入らないか。そういうわけでは。閣下の幼馴染だからといっていつも貴様の意見ばかりが通ると思ったら大間違いだぞ。誰も犠牲にしない戦いは不可能に近い。キュリヒアイス、気持ちはわかるが K の意見はきれい事だ。まあよい。 K たちの意見も聞きたいと言ったのはこの私だ。キルヒアエス中将には一足先にイゼルロン回廊へ向かい敵の生命線である輸送艦隊を叩いていただく。勝つためだ、キルヒアイス。ラインハルト、ジーク、どうか無事に帰ってきて。アンネローゼはアンネローゼ。はい、陛下。何をしておるのだ。星を見ておりました。そうか。そなたの弟は今疾病中だったな。何、そなたの弟は戦の天才というではないか。勝って帰ってきたらまた昇進させてやろう。今度は伯爵から公爵へじゃ。恐れ多いことでございます、陛下。だからそなたは安心してよい。さあ、風も冷たくなってきた。そろそろ中へ。キルヒアエス提督より敵輸送艦を完全破壊したとの報告が入りました。そうか。これで敵の行動は限界点かと。
ケーラに次ぐ。かねてからの計画に従い総力をもって同盟軍を撃て。はあ、勝利はすでに確定している。この上はそれを完全なものにすればならぬ。同盟軍の身の程知らずどもを生きて返すな。ケーラの上に大神オーディンの恩寵あらんことを。プロジット全艦発進。ファイヤル腕まとるぞ。撃って撃ちまくれ。同盟軍往生際の悪い。一艦も通した撃ちまくれ。勝てる。今度こそ完全なる勝利だ。敵は敗走しつつもそれなりの秩序を保ってアムリッツァ聖域を目指しているようです。アムリッツァ集結して再攻勢に出るつもりでしょう。どう対応なさいますか、閣下。当然我が軍もアムリッツァに集結する。敵がアムリッツァを死に場所としたいのであればその希望を叶えてやろうではないか。全艦隊最大戦術、敵艦隊を蹴散らせ。ファイヤー。俺が先に中央を攻める。左右連合頼む。ファイヤー。この俺が艦隊のスピードで引きを取るとは。あの同盟軍の艦隊運動は見事なものだな。あのミッターマイヤーが苦戦を強いられているとは。第13艦隊です。確か司令官はヤン・ウェンリー。またしてもヤン・ウェンリーか。全艦突進。進め。勝利の女神を思えるに下着をちらつかせているんだぞ。見てみると先走るな。よーし今だ。母艦機能有数すべての艦を戦闘艇割り切りを発艦させろ。他の艦は長距離砲から短距離砲へ切り替えろ。接近戦だ。バカだ。ワルキーレを出すのが早すぎる。ミテフェルトの艦隊が薄すぎる。突破されるぞ。すぐにでも援護に向かいたいところだが。何。ああ。彼の手で勝利を決定的にしたかったのでしょうか。ヤン・ウェンリーだ。このままでは負けてしまう。ファイヤー。何なんだこの敵のしぶとさは。キルヒアイスはまだ来ないのか。まだです。ご心配ですか、閣下。心配などしていない。確認しただけだ。俺は逃げない。命をかけて閣下のために戦い抜くんだ。撃て。前方不角30度エネルギー反応多数。何。光線の中からまさか。もうダメだ。ここで終わるのか。さおよするな。敵の目的は撤退より。キルヒアイスか。間に合ったか。生きてる。またしても完全なる勝利を逃したか。残敵を相当しつつ祈祷せよ。各提督は機関に参集。はっ。ケーラはよくやった。
オーベルシュタインの作戦も見事であった。戦いは勝ったことだし、K も奮闘したと言いたいところだが、そうもゆかぬ。分かっていよう。K は功を焦って進んではならない時期に衝突した。一歩誤れば全戦線のバランスが崩れ、別動隊が来る前に我が軍は敗北していたかもしれぬ。私の言うことに意義があるか。ございません。新章出発は部門のよって立つところだ。追って K の責任を問うことにする。それまで K の艦隊はキルヒアイス帝国の指揮下に置く。 K 自身は実質において謹慎せよ。解散。はい。ジークフリード・キルヒアイス、有能な男なのだが、ローエングラム伯との仲はあまり特権的に考えられては困るな。覇者は市場と無縁であるべきなのだ。閣下、お考え直しください。なぜ止めるのだ。ビッテンフェルトは自己の任務を全うしなかったのだぞ。弁明のしようがあるまい。罰されて当然ではないか。閣下、怒っておいでですか。怒って悪いか。私がお聞きしているのは、何に対して怒っておられるのかということです。閣下はよせ。何が言いたいのだ、キルヒアイス。はっきりと言え。ではラインハルト様、あなたのお怒りはビッテンフェルトの失敗に対してのものですか。知れたこと。私にはそう思えません。ラインハルト様、あなたのお怒りは本当はあなた自身に向けられたものです。ヤン提督に名をなさしめたご自身に、一つの失敗をもって多くの功績を無視なさるようでは人心を得ることはできません。ラインハルト様はすでに前面にヤン提督、後輩に門閥貴族と2つの強敵を抱えておいでです。この上部下の中にまで敵をお作りになりますな。ヤン提督に名をなさしめたことがそれほど悔しいですか。悔しいに決まっている。アスターテの時は我慢できた。だが2度も続けば十分だ。ヤン・ウェンリーはなぜ俺が完全に勝とうという時に現れて俺の邪魔をするのだ。なぜだとお思いですか。どうしてヤン・ウェンリーはこれほどまでに強いのか。自由惑星同盟は皇帝のための国ではなく国民のための国です。そしてそれこそが理想の国家だという信念のもとに戦っています。ただ個人が戦果を上げたいがために戦っているわけではありません。俺が個人的な武君のためだけに戦っているとでも言うのか。そうは申しません。ですがラインハルト様は強力すぎるほどの力をお手になさいました。その力をどうお使いになるべきなのか、それをお考えいただきたいのです。もういい。ラインハルト様、しばらく一人にしてくれ。喧嘩でもしたの？いつまでも子供扱いなさらないでください。これでも帝国軍元帥です。帝国軍の全ての兵士が私の配下にあります。キルヒアイスに何を言われようが。ラインハルト、あなたは気づいていないの？自分がどれだけジークを頼りにしているか。姉上、あなたが
断崖から足を踏み外すことのないよう見守ることができるのはジークだけです。ラインハルト、ジークの言うことに耳を傾けなさい。もしあなたがジークの言うことに耳を傾けなくなったら、どんなに才能があったとしてもそれに伴う器量がなかったのだと自ら証明することになるでしょう。姉上はキルヒアイスを信頼しているのですね。ええ、信頼しているわ。あなたの親友として心から。親友として。お呼びでしょうか、閣下。閣下はよせと言っているだろう。お呼びでしょうか、ラインハルト様。俺が間違っていた。ビッテンフェルトの罪は問わぬ。ラインハルト様。キルヒアイス、俺は宇宙を手に入れることができると思うか。ラインハルト様、あなた以外の何者にそれが叶いましょう。今年もきれいに咲いた。美しいものだけが世の心を癒す。そなたの弟は世を恨んでおるのだろうな。世はあの者の人生からそなたを奪った。あやつから見たら生きる希望を奪われたも同然。陛下、好きなだけ恨めばいいのだ。その恨みが生きる源となって炎となり燃えればよい。恨みによって生きるなんて、私は弟に陛下のことを恨んでほしくなどありません。いや、恨んでもらわなくてはならない。世を恨み、貴族を恨み、銀河帝国を恨むがよ。愛情で国が変わるか、歴史が変わるか。それらを変えてきた者はいつだって欲望や憎しみなのだ。陛下は何をお望みなのですか。人類創生とともにゴールデンバウム王朝があったわけではない。不死の人間がおらぬと同様、不滅の国家もない。世の代で銀河帝国が絶えて悪い道理がなかろう。陛下、枯れるのは自然の摂理。古い木が枯れることで新たな芽が育ち、新たな花を咲かせることもある。ならば古い木は滅びるのが定め。どうせ滅びるのならせいぜい派手に滅びるのが良いのじゃ。しっかりなさいでください。陛下！陛下！
あの男にはもったいない。あと5年いや2年長く生きていれば犯した罪にふさわしい死に様をさせてやったのに。ラインハルト様にはまだ戦わなければいけない相手がおります。皇帝なき後も3人の孫のうち誰かが後を継ぎ、民衆を不当に支配する体制は変わりません。フリードリヒ一人が死んでも俺たちの戦いは終わらない、そう言いたいのか。はい。だがまずは姉上をお迎えに上がろう。俺たちはそのためにこそ戦ってきたのだから。姉上、ラインハルト、この日をどれだけ待ち望んだことか。やっと取り戻すことができたんですね。姉上をこの手に。ラインハルト、シュワルツに館を用意します。これからは一緒に暮らしましょう。私はもうしばらくここに残ります。どうしてこんな場所忌ましいだけでしょ。バラがね、陛下が世話をされなくなったら枯れてしまうわ。そんなこと他の誰かにさせればいいじゃないですか。陛下はとても愛情を持って育てていらしたの。姉上、ラインハルト様、キルヒアイス、俺はどうすればいい。宇宙を手にお入れになり、公正なるようお気づきください。権力によって不当に支配される者のいない社会、アンネローゼ様もきっとそれをお望みのはずです。それが実現した時こそ、アンネローゼ様もラインハルト様のもとに心置きなくお戻りになられるでしょう。本当にそう思うか。はい、ラインハルト様。ならば行くぞ。まずは門閥貴族どもを一掃する。はい。アンネローゼ様、ラインハルトを傷つけてしまったわ。ラインハルト様は今までアンネローゼ様を取り戻すことだけを生きがいに戦ってこられました。同盟軍と戦うのも武勲を立てるのも、宇宙を治め銀河帝国の支配者になられようとしていたのも、全てアンネローゼ様を取り戻すためです。分かっています。だからこそ私はずっと弟が武勲を立てるのが怖かった。戦いには犠牲が伴います。武勲はその犠牲の上に積み重ねられるもの。私のためにその犠牲が払われているのだとしたら、私だけが幸せになって済むことなのでしょうか。アンネローゼ様、ましてラインハルト自身が、ジーク、あなた方の身が犠牲になるようなことがあれば、私はどうすればいいのです。キルヒアイス、どうした。一緒に来ないのか。姉上とキルヒアイスが見間違いか。よくあるよな、目にゴミが入っていたのを取っていただけとか。いや、あれは
そう、ただ単に姉上をお慰めしていたに過ぎなくて、こうなんというか。失礼いたします。面会の約束があったかな。いいえ、でも受付にいた方にたくさんの人の命と幸福に関わる問題なのですとお話ししたら通してくださいました。誰だ受付。はじめまして、ヒルデガルド・フォン・マリーンドルフと申します。ほう、マリーンドルフ伯爵家のご令嬢が私に何の御用かな。今後の内戦に際して我がマリーンドルフ伯爵家はローエングラム公にお味方させていただくこと申し上げに参りました。内戦とは。明日にでも起こるブランシュバイクコートの大胆な人だ。たとえそうだとしても私が勝つとは限らないが、それでも味方してくださると。父は中立を望んでいました。しかしもしどちらかにつかなければいけないとすれば、帝国貴族としてブランシュバイク公につくべきなのではと頭を悩ませておりました。それがどうして。理由は5つあります。聞いていただけますか。伺おう。閣下、そちらは。マリーンドルフ伯爵家のご令嬢だ。場所を変えてお話をお聞かせいただこう。はい、喜んで。閣下、なんだ。ブラウンシュバイクやらリップテンハイム公ら門閥貴族たちがリップシュタットの森にある公爵の別荘に集まっているという情報が。その情報ならすでにオーベルシュタインから聞いている。では5つの理由とやらをお聞きしよう。まず第一に、ローエングラム公は新皇帝を擁して皇帝に背く者を皇帝の命令によって討伐するという大義名分を有していらっしゃいます。これに対しブランシュバイク公の陣営は自分らの娘を帝位につけようという野心をむき出して戦を起こそうとしているに過ぎません。2つ目は、いずれ大部分の貴族がブランシュバイク公らに味方するでしょう。そこに我がマリンドルフ家が参加しても軽く扱われるであろうということです。それに対しローエングラム公の陣営は数の上で劣勢であり、そこに参加すれば勢力が強化されるだけでなく政治的効果もあるはずなので大事にしてくださるに違いないと思うのです。当方が数の上で劣勢だと承知の上で。戦争は数だけでするものではありません。3つ目の理由、ブランシュバイク公の軍は指揮系統が統一されていないのが致命的です。それに対しローエングラム公の陣営は統一された指揮系統と意思のもとに動いています。さらに4つ目、失礼ながらローエングラム公は門閥貴族の出身ではなく平民階級からの支持が高いということです。実際に戦うのは彼らです。見事な見識をお持ちだ。マリーンドルフ伯爵はとんでもないご令嬢をお持ちになったものだ。
美しいだけでなく恐ろしいほど頭が切れる。私お父様には感謝していますの。面白い時代に私を産んでくださって。で5つ目は？ラインハルト・フォン・ローエングラム公爵、あなただからです。私はあなたにかけてみたい。いや失礼。そういうことであれば私も味方は欲しい。あなたのご好意には必ず報わせていただこう。ゴールデンバウム王朝を守護する神聖な使命は選ばれたものである我々伝統的な貴族階級に与えられたものである。大神オーディンは我らを主の下も、正義の勝利は我らのもとへ。また戦いに行くのね。時代がラインハルト様という覇者を求めているのです。でもご安心ください。戦いが終わりラインハルト様が宇宙の支配者となられれば必ず良い時代が訪れます。民衆のための国家、優秀な国家元首による歴史に残る平和の統治の時代が。全てはそのための犠牲だと。ジーク、あなたもそう思うのですか？ジークは相変わらず優しいわね。その優しさが戦場で命取りにならないかと私はいつも心配しています。アンネローゼ様はラインハルト様のご無事だけをお願いくださいませ。ジーク、私にはいつも同じことしか言えないのだけれど、弟のことをよろしくお願いします。はい、何があってもラインハルト様は私がお守りいたします。ジーク、言葉はいりません。ただ生きていてください。それが私の生きる理由になります。門閥貴族たちはレンテンベルク、ガイエスベルクと2つの要塞を占領したようです。厄介だな。レンテンベルグは防御に優れた要塞だし、ガイエスベルグはイゼルロン要塞にも匹敵する大要塞だ。この戦い長引きそうだな。閣下、敵の交渉が未定です。交渉？はい、つまり彼らは正義派諸侯軍などと自称していますが、無論そんなものを公文書には記せません。と申しまして、反乱軍と記しますと自由惑星同盟の者どもと区別がつきません。何か交渉を定めなくてはならないのです。奴らにいい名称があるぞ。賊軍というのだ。公文書にはそう記録しろ。賊軍とな。いいか？はい、かしこまりました。そう決まったということを帝国全土に伝達するんだ。そう呼ばれる本人たちにも自分たちの立場を教えてやるのだ。貴様たちは賊軍だと。敵は賊軍だ。遠慮なく打ちのめしてやろうではないか。はっ！賊軍、我々を賊軍だと？
け負ってあの金髪の小僧め血祭りにしてやる。公爵閣下、ここはこのシターデンが出撃し、生意気な金髪の小僧のグンって高く伸びた名をグンしよってやりましょう。シターデン任せたぞ。お待ちください。作戦行動は両要塞このメルカッツめにお任せいただけるとお約束していただいたはず。ここは要塞の防御力を最大に生かして籠城策を取るべきです。名手であるわしが許したのだ。口を出すな。行け！狙うは金髪の小僧の首だ。申し上げます。レンテンベルグ要塞より賊軍の第一波の出撃を確認いたしました。指揮官はシュターデンと思われます。各艦隊早急に戦闘準備を整え出動せよ。ビタマヤの神族寄せ集めのシャーデン艦隊は出花をくじかれたちまち混乱状態に。だが要塞に撤退する。今だ。撤退する敵に食らいついてそのまま要塞に突入せよ。だから出撃すればいかんと言ったのだ。ハッチを閉めて閉めなさい。敵を上陸させてはなりません。分かった。もう間に合いません。で味方者を撃ってしまえ。バカだなんてことを。なぜ味方を。そんなの教科書に載っておらんぞ。ハッチを閉める邪魔をするからじゃ。撃て撃て撃て構わぬから皆撃ち殺してしまえ。一点敗北。一点敗北。アンスバッハ、私が譲り渡した指輪を使ったのか。これ以上愛ある門閥貴族のご加盟を汚されるより名誉の戦死を遂げられたということ。まあよい。いずれこやつは邪魔になる。それよりああ、ダメです。レンテンベルグ要塞、そちらにはすでに敵が突入しています。どうするのだメルカッツ。やむをえん。オフレッサー上級大将。やっと出番か。久々の白衛戦。血が騒ぐわ。うわ。ブルーレイジ、火器を使うな。隠居するのはモーターマックロッカー。オフレッサー、一騎当選白衛戦のにオフレッサー。お前たちあの金髪の小僧の手下か。だったらどうする。だったら殺して食ってやれ。どうするのエンターレ。やるしかないだろう。おら！
歳以上だ。雑魚どもじゃ満足できさっさと金髪の小僧を連れてこい。見たまえよ。ブレッサー、なぜ門閥貴族の味方をするのだ。どうしてその過ちに気づかない。お酒誰があの小僧の手下になどなるものか。姉の色仕掛けで成り上がっただけではないか。気負うなよ小僧ども。時代遅れの野蛮人が。時代遅れか。それもよかろう。オフレッサー上級大将を倒したぞ。このまま一気に司令部に向かえ。ブラウンシュバイクをリッテンハイム港を捉えろ。要塞司令部の制圧は成功しました。リッテンハウム港の死亡を確認ですが、ブラウンシュバイクらはすでに要塞を脱出し、ガイエスブルグ要塞に逃げ込んだ模様です。ブラウンシュバイクめ、オフレッサーを時間稼ぎの捨て石にしたな。オーベルシェン、まだ抵抗を続ける賊軍にこのことを公表しろ。主君はお前たちを見捨てた。投降する者は拒まないとな。御意。一大事です。惑星ベスターランドで民衆による暴動が起きました。なんだと？
あの星は我が甥のシャイド男爵が治めてそおるのだ。れがそのシャイド男爵が殺害されたと。今何と申した？シャイド男爵が暴動を起こした民衆により殺害されました。我が一族のシャイドが民衆どもに殺されただと？虫けらどもがよくも汚れた手で我が一族を殺したな。よくも。ブラウンシュバイク公、どうかここは冷静に。黙れ！ベスターラント全住民誰一人として生かしておくものか。惑星ベスターラントに直ちに熱核兵器を発射せよ。我々に歯向かった見せしめとしてあの星を死の星にしてやる。草木一本残す必要はない。ブラウンシュバイク公、どうかお考え直しください。ベスターラントは閣下のご領地であり敵ではありません。首謀者を処罰すれば十分なはず。そうだ、ベスターラントはわしのものだ。わしにはあの惑星を好きにする権利がある。ルドルフ大帝はかつて何億人という暴徒を中陸遊ばし帝国の基礎をお固めになった。今再び帝国の栄光を民の血で塗り固めようぞ。直ちに熱核兵器を積んだ艦を出撃させろ。出撃だ！おやめください。おやめください。シュナイダー、もしやと思いまして銃のエネルギーパックを抜き取っておきました。気がつかなかったな。それにしてもいつの間に。今抜きました。こいつは騙された。そうまでしてわしに死ぬなというのか。だが何をやって生きようというのだ。もはやこの国にわしの居場所はない。この宇宙は銀河帝国だけが全てではありません。別の土地で命長らえて剣道従来を図りましょう。亡命せよというのか、反乱軍。いや、自由惑星同盟に。そうです。だがわしは長いこと彼らと戦ってきた。そのわしを彼らが受け入れるだろうか。ヤン・ウェンリー提督を頼りましょう。少々変わっているが度量の広い人物と聞いております。分かった。ケイの言う通りにしよう。はっ。ガイエスブルグ要塞より通信。召喚の名は
申し上げられません。では要件のみ申されよ。惑星ベスターラントで暴動発生によりブラウンシュバイク校の一族シャイド男爵が死亡。ブラウンシュバイク校はその恨みを晴らすべくベスターラントに熱核兵器を投下して死の惑星にしようとしています。通信は以上です。ベスターラント。オーベルシャイン、その情報に信憑性はあるのか？嘘をついたとしても何の利益もない情報です。きっと事実でしょう。惑星を燃やしたと？あの男ならやりかねん。急ぎ艦隊を派遣してベスターラントへの攻撃を阻止する。お待ちください。いっそ血迷ったブラウンシュバイク校にこの残虐な攻撃を実行させるべきです。ようやく貴族の圧政から解放された自由な時代が来る。なんだと？そのありさまを衛星で撮影し門閥貴族の非人道性の証とするのです。そうすれば彼らの支配下にある民衆や平民出身の兵士たちが離反することは疑いありません。阻止するよりも効果があります。惑星ベスターランド200万の市民が暮らす星。ベスターランドの民200万人を犠牲にしろというのか？赤崎な岩山と砂漠の間に無数のオアシスが点在する星。中には女子供もいるんだぞ。この内戦が長引けばより多くの死者が出るでしょう。帝国内には内戦に参加しなかった門閥貴族がまだあちこちにおります。ブラウンシュバイクを処刑したとしてもいつまたこのような内戦が起こるか分かりません。彼らの凶悪さを帝国全土に知らしめ、彼らに宇宙を統治する権利はないと全国民に宣伝できればおのずと奴らは消滅します。少ない犠牲でより多くの民を救うことができるのです。だから目をつぶれというのか？人々はそのオアシスに町を築き寄り添うように生活していた。帝国250億の人民のためにです、閣下。そしてより迅速な派遣確率のために。ベスターラントを核攻撃だなんて、門閥貴族たちはどこまで愚劣なんだ。それで攻撃阻止にはどの艦隊が向かっているんですか？それが偵察船が向かっただけでどの艦隊も向かっていないようです。繰り返す。閣下、お話があります。なんだ？ベスターラントを核攻撃するという情報があると。それがどうした？事実なのですね。ではなぜ攻撃阻止の艦隊を派遣されないのですか？閣下、まだ間に合います。今すぐに攻撃阻止の艦隊を。早く。私はいつまでも賊軍どもを相手にしている場合ではないのだ。近いうちに同盟軍がヤン・ウェンリーが攻撃を仕掛けてこようとしている。私は戦わなければならない。勝たなければならない。私には勝利しかないのだ。自由惑星同盟に勝つためにも一刻も早い内乱の終結が必要なのだ。閣下、ラインハルト様が派遣をお求めになるのはその公正さによってこそ意味があります。そんなことお前に言われるまでもない。閣下、門閥貴族たちが滅びるのはいわば歴史の必然。500年来の月を清算するのですから流血もやむを得ないことです。ですが
民衆を犠牲になさってはいけません。新しい体制は解放された民衆を基盤として確立されるのです。その民衆を犠牲になさることはご自分の足元の土を掘り崩すようなものではありませんか。分かっていると言っただろう。閣下、相手が門閥貴族たちであればことは対等な権力闘争、どのような手をお使いになっても恥じることはありません。ですが民衆を犠牲になさってはその手は血に汚れ、どのような美辞麗句をもってしてもその汚れを洗い落とすことはできないでしょう。閣下ともあろうお方が一時の利益のためになぜご自分を貶められるのですか。説教は立ち去った。第一キルヒアイス、この件に関して俺がいつお前に意見を求めた。俺がいつお前に意見を求めたと聞いている。お求めになっておりません。ですがキルヒアイス、お前は一体俺の何だ。お前は俺の何だ。私は閣下の忠実な部下です。ローエングラム元帥閣下。核が落とされたようですな。偵察船の映像を帝国全土に流します。やめろ。仕方がないんだ。他に方法がなかった。やめろ。仕方がないんだ。やめてくれ。なんで姉さんが大きいなんかに行かなきゃいけないんだ。皇帝陛下のご寵愛を受ければ皆幸せになれるのだ。
ラインハルト、お前も大人になればわかる。姉さんは受け入れたの？はあ、もちろんだとも。嘘だ！父さんが姉さんを撃ったんだな。ラインハルト、この国では皇帝には誰も逆らえん。逆らったら最後ハンネローゼもお前も、そしてこのわしも皆死なねばならぬ。誰も権力には逆らえぬ。誰も現実からは逃れられんのだ。仕方がないんだ。こうするより他に方法はなかったんだ。嫌だ。キルヒアイス、アンネローゼ様はどこか遠くへ行かれるんですか？ラインハルト、俺は嫌だ。俺はなんてことを。キルヒアイスの言う通りだったんだ。なのに俺は許してはくれないだろう。キルヒアイスでも許されることではない。もう戻れない。元には。それは結構なことです。これを機にキルヒアイス提督も他の提督と同列に扱いくださいますよう。Non tiembre farfaro né amoroso, notte già no d'intor no girando, re turbando e riposo, narcisetto adoncino d'amore. Cherubino rabitoria, ora gloria militar, cherubino rabitoria. Sake! Sakeを持て! Ora gloria militar. 誰かおらんのか？アンスバッハ、オンマイ。おお、みんな逃げ出してしもうてな。情けないやつらよ。さすがにそなたは代々我が家につける中心の家柄じゃ。お言葉痛み入ります。ところで酒はないのか？もはや酒でも飲まねばやっておれぬわ。かと存じまして、すでに用意してまいりました。おお、重ね重ね感心なことさ。これに
これに告げ、そなたはまことの中心よの。アンスバハ、そなたは。ご安心ください。閣下の死は無駄にはいたしません。必ずやローエングラム公。賊軍より降伏の申し入れがありました。名士のブラウンシュバイクは自害、臣下であるアンスバッハ准将が主君の屍を手土産に降伏をと。罪なきに100万人の犠牲の見返りが、生きる価値もない貴族の屍か。そして私は大量殺人者として歴史に名を刻むのだな。戦乱が長引けばその10倍の命が失われたでしょう。今は理解されなくても後世になれば人々は納得することでしょう。今回の閣下のこの選択が間違いではなかったということを。歴史はいつだって結果論に過ぎません。渦中にあるときは何が正解かなど誰にもわからないのです。そのような情けない姿を見せるのはおやめくださいませ。軍隊の士気が下がります。お忘れなく閣下。閣下はすぐにベスターラントに艦隊を派遣することも可能だったのです。閣下はお気はしっかりなされているようだ。そうですか、よかった。不死身だと思っていたが、あの方も生身の人間ということだな。謁見を申し込むか。今は私から申し上げられることは何もありません。これでナンバー2はいなくなったということか。ギルヒアイス。
器を持ち込まれないよう願います。私はキルヒアイス上級大将だが、やはり武器の携帯は許可できないのか。今までは許されていたんだが。たとえキルヒアイス上級大将閣下でも特例は認められません。そういうご命令です。申し訳ありませんが。分かった。いいんだ。銀河帝国軍最高司令官ラインハルト・フォン・ローエングラン公爵閣下ご入来。これより捕虜の引見を始める。アンスバッハか。ブラウンシュバイクは敗戦の責任を取り自害したと聞いたが。主君の屍を手土産に降伏を申し入れてくるとは卑劣な男だ。ローエングラム公、我が主君ブラウンシュバイク公の敵取らせていただく。何キルヒアイスだ。死ねえ金髪の小僧。キルヒアイス一緒だ。一緒やめ。ブラウンシュバイク公、お許しください。金髪の小僧が地獄に落ちるにはまだ時間がかかりそうです。私もすぐにそちらへ参ります。奥歯に毒が死なせるな。まだ何か隠してるかもしれん。外に連れ出せ。痛い客を運び出すんだ。下がれ。下がれ。キルヒアイス、ラインハルト様、ご無事で。申し訳ありません。私はもうラインハルト様のお役に立てそうにもありません。バカ、何を言う。もうすぐ医者が来る。こんな傷すぐに治れ。治ったら姉上のところへ勝利の報告に行こう。な、そうしよう。ラインハルト様、医者が来るまで喋るな。アンネローゼ様にお伝えください。ジークは昔の誓いを守ったと。嫌だ、俺はそんなこと伝えない。お前の口から伝えるんだ。お前自身で。俺は伝えたりしないぞ。いいかな、一緒に姉上のところへ行くんだ。宇宙を
宇宙を手にお入れください。手に入れるとも。でもその時はお前も一緒だと約束しただろ。今までお前は俺との約束を破ったことはなかったじゃないか。なあキルヒアイス。キルヒアイス、返事をしろキルヒアイス。なぜ黙っている。嘘だ、こんなの嘘だ。キルヒアイスがこの俺を置いて先に死ぬわけないんだ。そうだろキルヒアイス。キルヒアイス、キルヒアイス、キルヒアイス。ラインハルト、あなたはもう失うべきものを何も持たなくなってしまったわね。私たちはお互いのほかに何も持たなくなってしまった。ラインハルト、私はテートを離れます。そして当分はお互い会わないようにしましょう。私はあなたのそばにいない方がいいのです。生き方が違うのだから。私には過去があるだけ。でもあなたには未来があるわ。姉上、疲れたら私のところへいらっしゃい。でもあなたはまだ疲れてはいけません。わかりました。でもお別れの前に教えてください。姉上はキルヒアイスを愛していらしたのですか。キルヒアイス、星が見えない。俺にはもう星が見えないんだ。飢えているのか。かけがえのない存在を失って心が飢えている。そうだろう。お前は何のために戦うのだ。宇宙を手に入れるため。なぜなぜ
失ったものの大きさを考えれば、せめて宇宙くらい手に入れなくては。それならそれでよかろう。私という敵がいなくなっても、お前はやはり戦うことを選んだ。戦いこそがお前の生きる道。命を燃やす相手を探し求めるがいい。敵が欲しい。強力で有能な敵が。ローエングラム公は戦い続けるための、いえ、生き続けるための意味を見つけられたのかしら。でもキルヒアイス提督が亡くなって、彼が占めていたローエングラム公のお心のバランスが大きく傾いてしまったのは確かでしょう。翼が片方もがれて、それでも飛び続けなければならないとしたら、目指すのはただの権力。それではいけない。このままでは危険な予感がする。時代は第二のルドルフを生んでしまうの。仕方がない。方法がない。誰かが何とかしなければ。方法はきっとあるわ。オーベルシュタイン、はっ。しばらくは内政に専念するが、来年には新たな戦いが始まるだろう。
けはいい。皆も心しておくように。はっ。フロイライン・マリーンドルフ。はい閣下。これからは秘書官として私を補佐してくれ。身に余る光栄でございます。ケーラの働きにより門閥貴族どもは一掃され帝国の覇権はなった。だが我々が真に目指すは全銀河の統一であり、その道のりは未だ半ばである。我らの次なる敵は自由惑星同盟。第3項本ロボエクラブ銀河を変え英雄の伝説は今始まったばかり。必ず宇宙をこの手に入れる。